はい、こんにちは、のなです。普段は埼玉市北区の宮原で学習塾のスタディ本舗っていうのを経営しています。それから教育系社会貢献ビジネス YouTuber としてね、活動しています。で、今日はこちらですね、高校数学の基礎最強の学習法っていうのをね、ご案内したいと思います。完全無料で、しかも基礎から学べるっていうね、数学の最強ルートっていうのを私調べてね、みました。いろんなね、スタディサプリさんとか N 予備校とかね、いろいろあると思うんですけども、その中で全部ね、僕も登録してお金払ってやってみたんですけど、もう完全無料で、いい勉強方法っていうのがあったので、ご紹介したいなと思います。で、これ大学受験とかそこまでのレベルじゃなくて、まず本当に数学の一番最初、それから定期テストね、高校の定期テストでいい点取りたいなっていう人ね、対象の動画になっています。はい、じゃあ早速いってみます。令和版の最強の学習法ということなんですけども、この最強っていうのは何を基準にして選んだかっていうのを発表します。まず一つ目が教える先生の分かりやすさと、それから情熱。もう見ててね、淡々とやられてもつまらないでしょ。だからもう分かりやすく教えたいなっていうね、そういう心意気が伝わる先生を選んでみました。はい、それからいつでもどこでも自分のペースで勉強できるっていうのがこの令和版のね、もうスマホとかタブレットがすごく盛んに流行ってるので、ここもちょっと重視してみました。はい、それから3つ目はこれね、完全無料。これすごく大事だと思います。毎月何千円もお金払うとね、やっぱりもったいないので、そういうのは大学受験レベルになってからね、塾通ったりとか、毎月ね、お金払って、やるといいと思うんですね。まず基礎の部分は完全無料で勉強できる時代になったので、これをね、紹介したいなと思います。はい、この選考基準で合格したね、サイトっていうのが全部で4つあるんですけども、まず1つ目、ただ予備さんです。ただで予備校っていうことだと思うんですけども、ただ予備さんの数学で、ここに出てる谷口先生っていう先生がね、本当にね、見てて好感持ってる。まずね、長所としては分かりやすさ、それから情熱がね、ただ呼びで一番熱い男っていう紹介出てましたけど、本当にね、授業を目の前で受けてるかのような感じでした。で、見やすいし、それから明るい雰囲気でね、数学以外もただ呼びはあるから、これ選んでみました。はい、それから最強の学習方法2番。これ、塾チャンネルね、.tv って、とある男が授業をしてみたっていうことで、ハイチ先生、葉っぱの葉に漢数字の1で、珍しい名前だね。ハイチ先生っていう先生なんですけども、まず声の聞きやすさ、ね。中学生なんか私の塾でもぜひ見なさいって言ってね、ご紹介してるんですけども、イケボイスっていうのかな、そういう風に言われてますが、あったかさを感じます。人柄の良さを感じる先生だね。で、プロの家庭教師さんやってるみたいで、もうそれならではの気遣い、ね、集団授業でガーってやるよりは個別のね、ご指導の気遣いを感じます。で、数学以外もあって、中学生向けのサイトもあるので、もう本当におすすめで素晴らしい、教育系の YouTuber だと思います。はい、尊敬してます。で、3つ目は家庭教師のトライからやってるトライイットっていうサイトなんですけど、これも中学生バージョンがあります。で、ここはね、ただ予備とか塾チャンネルよりも基礎レベルなので、本当に中学生レベルからやってくれてます。で、概要欄のポイントっていう欄がね、このトライイットにあるんですけども、とても親切で内容が充実してます。もう板書としては完璧、わかりやすいかなっていうことなので、一番基礎レベルからやりたい人はこのトライイットおすすめです。じゃあ最強の学習法4つ目は何かっていうと、野な式って書いてあるんですけどね、すいません、私の教材なんですけども、そこに出てますね、数学初心者よ優しい計算ドリルということで、見る、やる、できるの3ステップでいけますよ。それから、計算ドリルは最強の反復教材、効率的。これね、計算ドリル、漢字ドリルっていうのは小学校時代に皆さんね、どの学校でもやってると思うんですけども、やっぱりあれがあるから小学生の学力っていうのは保たれてると思うね。で、これっていうのは中学でも高校でも絶対やった方がいい教材だと思うんですけど、なかなかそういうのがない。ね。反復練習。結局どんなに日本一いい先生の授業を聞いてても自分でやってみないとできるようにならないのね。例えばスイミングでクロールね、上手な先生がこうやってやるんだよって言ってもやってみないとできるようにならないよね。
自転車の乗り方とかもそうだと思います。やってみないとできるようにならないから、そういう教材が不足してるなと思ったので、先ほどご紹介した3つの教材もね、インプットとしてはいいと思うんですけど、問題演習がちょっと足りないなということで、私頑張って今作成中です。無料公開してますので、もしよかったら使ってみてください。はい。ということで、最強の学習法おすすめルートね、どうやってやったらいいかなって。まず数学苦手な人はこんな感じです。まずトライイットが超基礎的なので、トライイットさん受けてもらって、で、それで超基礎をやった後に基本の理解、ただよびさんと塾チャンネルさんはどっちか好きな方でいいと思います。自分に合う方でいいと思います。はい、これをやってもらった後に、ノナ式の計算ドリルをやってもらっていいかな。で、ノナ式の計算ドリルはいつも、今回のノナ式計算ドリルは、ただよびさんと塾チャンネルだとここになりますよって URL を概要欄に貼っておきます。親切でしょ？だからね、今回ね、ノナ式計算ドリルやってみて、まだわかんないなっていう場合は、ただよびとか塾チャンで戻ってみてください。はい。で、数学別にそこまで苦手じゃないよって、超得意なわけじゃないけどっていう人は、これです。定期テスト対策にも使ってもらいたいんですけども、まずね、いきなりトライイットさんじゃなくて、ただよびか塾チャンネルで基本を理解しちゃってください。その後、演習で私の計算ドリルやってみてください。で、あとは学校の問題集。高校に行くとね、学校の問題集の解説が本当にね、不親切なことが多いです。だからね、もう3番目の3ステップして、ただよびか塾チャンネルやって、私の計算ドリルもやって、その後にね、やってみるといいと思います。はい。じゃあ、数学得意な人はどうするかっていうと、もうね、理屈いいから、まず僕のね、計算ドリル、僕が解いてるところをまずざっと見ちゃってください。で、その後、停止してやってみてください。で、学校の問題集やって、で、最後の仕上げとしては、武田塾さんが出してるこの武田塾ルートって書いてあるんですけど、これはもうね、受験レベルにいきなりいけるので、ぜひね、おすすめです。じゃあ、武田塾って何かって言うんですけど、検索してもらえればね、出てきます。はい、サンドウィッチマン出てますね。面白いよね、この二人ね。はい。で、武田塾のね、サイト見てください。で、そこに書いてあるんですけども、授業をしないで参考書とか問題集だけで大学合格レベルまで行くよって。で、世の中には大学受験のための参考書とか問題集いっぱい出てて何からやっていいかわからないと思うんですけど、この武田塾さんはそこを専門に特化して、このレベルからやるといいですよっていうのをね、全教科、問題集も全部ね、載せて、この順番でやっていいですよって紹介してくれてわかりやすいサイトです。ね。ただ、あくまでも大学受験レベルなので、定期テストとか学校の授業の理解っていう意味では、武田塾さんよりももっとね、下の抑えて優しいレベルからやった方がいいってことで、今回の動画ね、紹介しています。だから僕の今回の動画で言うと、武田塾さんは最後の仕上げ、大学受験レベルゾーンに入った人っていう感じです。はい。じゃあ最後ね、まとめなんですけども、勉強っていうことは、勉強って一言で言うと何することですか？インプットじゃないね。なんか授業を聞くことでもないです。そこ勘違いしてね。勉強っていうのは、早期、つまり思い出す作業です。これは、もう最近のね、脳科学の本とか全部書いてありますし、そこの下、私の下に出てるね、超効率勉強法って、メンタリストの大悟さんの本。これもすごいおすすめなので、概要欄に貼っておくのでね、ぜひ購入して読んでみてください。はい。とにかく勉強ってのは思い出すことです。覚えることじゃなくて思い出すアウトプットの作業をすることが勉強です。だって実際にテストっていうのはアウトプットでしょ。自分の知識を出すことでしょ。だから勉強は早期。ということは、はい。問題演習こそ成功への道ということで、いい授業を何時間聞いても結局それだけじゃ足りなくて、もう一回聞いてあとは問題演習を繰り返した方ができるようになりますよ。数学なんかは解法の手続きを覚える科目です。まずそれがないとその先には全然いけません。というか、どうやって解くかっていう手続きだけ覚えればもうほとんどね、かなり高いレベル、マーチぐらいまでは合格できます。ね。はい。じゃあみんなね、僕の動画参考にして頑張ってほしいと思います。はい。じゃあ今日も残りの時間ね、充実して幸せな時間過ごせるように願ってます。見てくれてありがとうございました。みんなまたね。バイバイ。